よろしいですか？はじめましての人もそうでない人も、柚木ゆかりです。息つく間もなく、収容違反インシデント2018も第2回の開催が決定しましたね。今度は単独開催ということで、より財団らしい展示が行われるのではないかと期待しています。ますます盛り上がりを見せる日本支部の勢いに負けないよう、こちらも本部の様々なエピソードをご紹介していきたいと思います。SCP 財団はその設定上、歴史上の重要な人物、団体や秘密結社に属する者たちとの接触が比較的多いだろうと推察され、それゆえに、私たちの歴史と密接に関係する記事も多く書かれています。今回ご紹介するのは、19世紀のアメリカを舞台に大きく成り上がった、ある組織の知られざる一面を記したものになります。時は、南北戦争、リンカーン大統領の時代です。黒人奴隷制度などが根付いていた社会背景などを踏まえて記事を読むと、情景をイメージしやすいのではないでしょうか。また、今回ご紹介する記事には、一部現代において不適切な表現が含まれていますが、時代背景と言葉のニュアンスを考慮し、そのままご紹介します。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。それでは、共に SCP の世界へ参りましょう。アイテム番号、SCP-3155、オブジェクトクラス、ケテル。特別収容プロトコル。存命中の各 SCP-3155 個体は一型生物収容チャンバー、タイプ B に収容します。収容室には、割り当てられた個体特有の、現象に対抗できるよう設計された予防措置が、施されます。SCP-3155 個体はサイト、43の B 棟に収容されます。未収容の SCP-3155 個体を、特定、発見するという明確な目的のために、財団工作員がアメリカ政府の、すべての階層に潜入しています。また、工作員らは GOI-021 に、潜入して SCP-3155 個体と、思われる人物、その居場所、能力などの情報を、収集します。SCP-3155 個体の、可能性がある人物が発見された場合は、機動部隊イオタ、10、ポリコーが対象者を捕獲し、尋問のためにサイト、42へ連行します。個体はその後にサイト、43へ移送します。移送は機動部隊オメガ、12、アキレウスのかかと、の助力のもと、敵対的な要注意団体による捕獲を、避けるために問題の SCP-3155 個体を、警護する形で行われます。説明。SCP-3155 は、1883年から1905年にかけて、GOI-021、ピンカートン探偵社の対異常部門に勤務していた200人以上の異常な人物の総称です。SCP-3155 の年齢層、社会経済的背景、政治的、宗教的信念は様々に異なっており、敵意の程度にも差があります。GOI-021 の財団工作員に対する協力姿勢の欠如や SCP-3155 個体群に関する一貫性のある記録管理の不足のため、現時点ではどれだけの個体が存命か、並びに GOI-021 のために働いていた SCP-3155 個体の総数がどれほどに上るかは分かっていません。ピンカートン探偵社とは、1960年頃までアメリカに実在していた企業です。逆中の通り、現在は企業のリスクマネジメントや調査を主な業態としているようですが、当時は探偵業、身辺警護を行っていました。創立者であるアラン・ピンカートンは自身も私立探偵で、大統領選挙に立候補していたエイブラハム・リンカーンの暗殺計画を未然に察知し、その名がアメリカに広まりました。
今画面に映っているのはピンカートン探偵社のロゴです。中央に位置する開かれた瞳と、その下に記された We Never Sleep の言葉が、企業理念を表しています。ちょっとブラック企業みたいな標語ですね。ちなみに、ピンカートン探偵社は、リンカーン大統領の護衛も担当していたのですが、暗殺された時には、軍の兵士が警護していたようです。真偽は定かではありませんが、当時の人々は、ピンカートンの者たちが警護していれば、暗殺など不可能だったろうと言ったそうです。さて、そんなピンカートン探偵社ですが、財団の報告書には、GOI021 と記載があります。GOI とは要注意団体の略称です。ピンカートン探偵社は、SCP 財団にとっては要注意団体と定められているようです。そして、SCP-3155 は、その GOI021 の対異常部門に勤務していた異常な人物全員を指しているようです。しかし、プロトコルで未収容の個体とあるように、そのすべてが収容されているわけではないようです。いずれにしても、大統領の護衛を任されるまでに至った彼らは、今では、財団に、その身柄を追われる立場となったようです。SCP-3155 個体は、しばしば戦闘に主眼を置いた異常能力を有していますが、ある領域内のヒューム値を制御する SCP-3155 個体の事例が記録されています。これらの個体は事実上、プロメテウス研究所による19年初頭の開発に先立って、初期のスクラントン現実病として活動していました。他の記録事例では肉体操作、念力による制御、超再生などの能力が確認されています。SCP-3155 個体群はもともと、1899年に財団が創設され、異常な犯罪者に対処するための連邦政府機関が結成される前に、異常な警備員や探偵の需要を供給するために GOI021 に雇用されました。ピンカートン以前のアメリカ国内において、異常な重罪犯には、多くの場合国家からの対抗措置がほとんどなされておらず、もっぱら民間人や地方法執行機関によって処理されていました。これらの組織は、超常コミュニティについての情報が少ないことに加え、超常的事象に関する訓練の欠如ゆえに異常犯罪者への対処にはしばしば不十分でした。合衆国政府が GOI021 や類似機関を違法とした1893年の反ピンカートン法にもかかわらず、GOI021 は財団の活動が本格的に始まった1905年まで、アメリカ国内の地方及び州レベルで、異常なエージェントや探偵の安定供給を行っていました。発見。SCP-3155 は、1899年の財団創設後、GOI021 で働く、異常な人物たちの噂が、超常コミュニティに流れ始めた時に発見されました。これは1900年6月22日、SCP-31551 が、強盗未遂で地方当局に逮捕された際に確証されました。SCP-31551 は独房に収監されましたが、翌1900年6月23日、自発的に炎上したと報告されました。この行動の裏にあった意図は現在も不明です。これに続き、財団は SCP-31551 と対象の GOI021 における経歴を調査しました。この調査は GOI021 異常部門と、この部門で200名以上の人物が働いていたことの発見につながりました。SCP 財団は、自然発生的に生まれたものではなく、各国の前身となる団体が連携し合い、国際的な組織となったという背景があります。日本においては収集員、そしてアメリカでは全米確保収容イニシアチブという組織がそれにあたります。しかし、ピンカートン探偵社がその存在感を増していた頃、南北戦争の混乱によって全米確保収容イニシアチブは機能していなかったため、彼らが異常存在を用いて任務を遂行するのを阻む者はいませんでした。1871年、司法省は
重罪人の発見と起訴を専門とした部門を組織するよう、連邦議会から指示を受けました。しかし、人も予算も不足していた彼らは、ピンカートン探偵社に、その仕事を下請けとして出したのです。アメリカでは、州によって法律が異なるため、警察の権限も、州ごとによる部分が大きく、各地で逃亡を続ける犯罪者への対処には、彼ら探偵が適任であったという時代背景もあったようです。そうして、絶大な規模となったピンカートン探偵社ですが、その道のりは、非常に屈折したものでした。1886年5月1日の統一ストライキ、いわゆるメーデーの起源となる出来事に代表されるように、アメリカでは、労働闘争の機運が最高潮に達していました。ピンカートン探偵社のもとには、ストライキを計画した首謀者の調査や、その妨害などの任務が舞い込むようになったのです。そして、1892年、ペンシルバニア州のカーネギー鉄鋼会社で発生したホームステッドストライキによって、数百名の死傷者を出すに至り、ピンカートン探偵社の名前は悪名高いものとなってしまったのです。報告書内にもある1893年の反ピンカートン法は、政府がスト破りに加担することがないよう、ピンカートン出身または在籍の個人を政府が雇用してはならないとする法律です。こうして、政府の仕事と密接に関わっていた彼らは、一転して政府から忌避される存在となったのです。ホイ31551。選択されたインタビューログ。どのようにして探偵社はあなたを雇ったのですか？俺はモービルの近くにある南部の小さな雑貨屋で売り子をやってたんだ。素敵な街だぜ。あんたが匂いと貧しさを気にかけなきゃな。あとは人種差別か。でもそれは大したことじゃない。重要なのは俺が男に拾われた経緯だ。俺は店を閉めようとしてて、品物が全部あるべき場所にあるかを確かめてた。店長はいつも俺をその役に割り当ててたんだ。いつも小言をぐちぐちと。話に集中してくださいね。すまねえ。考えがそれちまったよ。癖なんだ。とにかく、俺が店を閉めようとしてて、品物が全部綺麗で所定の位置にあるかを確かめてたら、男が入ってきた。チビの小男で、目ん玉まで小せえと来てやがる。ネズミみたいに見えたもんだ。匂いもそんな感じだった。こいつは田舎の出だな、と思ったよ。俺はまだカウンターの後ろで、金を数えながら、男が歩き回るのを見てた。次に起こったことは想像もつかんだろうよ。彼は何をしたんですか？銃を抜いて、金を、よこせとほざきやがった。なあ、俺は誇りある男さ。でも銃を持った野郎に、金を出せと言われたら出すより仕方ねえ。初めてのことじゃなかった。でも、あの時は何かが、違ってた。どう違っていたのですか？わからん。でも違ってはいた。空気の中の何かがおかしな具合に、感じられたんだ。崖の上に上がって見下ろした時みてえに、そんな感じに、俺は奴に金を渡そうとしてた。そんで何かが、よくわからねえんだが、外れた。外れた、とはどういう意味です？俺の持ってた金の袋が、燃え上がって、野郎の手を半分包み込んだのさ。奴は店から走り出して叫んだり吠えたり泣いたりしやがった。俺が店から飛び出すと、奴が店の前で転がり回ってるのが、見えた。まさに生き地獄だった。あいつの肌がちょうど溶けたばかりだったんだ。俺はただ突っ立ってそれを見てた。それまであんなものを見たことはなかった。あなたはどう行動しましたか？俺に何ができたって言うんだよ。人が殺されるのは前にも、見たさ。だが一度も、あんなのは一度たりとも見たことが、なかった。奴が叫ぶのをやめて火が衰えた後、俺は森の中に走って行って、ヘドを吐いて泣いた。俺は何をした？俺はたった今人に火を、つけたのか？いや、そんなわけはねえ。俺の妄想だ。そう思った。その当時の俺は無神論者で、
魔法だの神様だのってもんは、一切信じちゃいなかった。俺はそこに1時間ばかり立ち尽くしてただろうよ。そんで店に戻ったら奴がいた。奴とは？男だ。いかにも玄人って感じの、黒いスーツを着てた。そいつは雑貨屋のポーチに座って、葉巻をふかしてた。死体は近くにあったはずの、焦げ跡と一緒に消えてたよ。俺は奴を警官だと思った。そんで、奴が死ぬほど退屈そうな顔つきをしてなかったら、多分奴のことも火だるまにしてただろう。あの瞬間は退屈様々だったな。彼はあなたに何かを申し出ましたか？ああ、世界で一番の申し出だった。ピンカートンでの仕事を、くれたんだ。黒いスーツを着た女性は私に、申し出をしました。ピンカートンなら私の、いわゆる、力、を制御する手助けができると。母さんは私に力の制御を、教えてはくれませんでした。母さんはそれを呪いと呼び、私は死んで血を絶やした方が、良いのだと言っていました。肉の崇拝者によって東からもたらされた呪いだと。この、呪い、とは具体的にはどういったものですか？私は、肉から物を作ることができた。ある意味で生命を創造できたんです。私は自分の肉を引き剥がして、それを生き物としてかたどった。ただ可能だったという以上にどう説明すべきか、わかりません。私はそれをあまり制御できませんでした。私の手よりも大きく形作ったものは、私を無視し、動くものは何であれ殺そうとします。これは家族の長子に代々受け継がれてきました。申し出は具体的にはどんな内容でしたか？単純でした。私はピンカートンで働き、訓練と助力を受ける。他の者たちから支援してもらえる。女性はとても優しかったけれど、恐ろしいほど退屈な人でした。なぜピンカートンが彼女を雇ったのかわかりません。彼らは私をワシントンの近くで働かせるために南で降ろしました。そうすれば政府はピンカートンや私たちの残りを見張っていられるから。彼らはワシントンであなたに何をしましたか？いや、大したことはありません。簡単な取り調べ、能力の確認、精神と肉体の健康診断、戦闘における心構え、そういった退屈な物事です。他にそこで起こった物事の中で、特に目立ったことは？それほどないですね。5回ほど撃たれましたが、回復しました。あなたは組織でどんな仕事をしていたのですか？おおむね警備。たまにはクソったれ労働組合が、相手だったが、もっぱら、とやり合ってた。あいつらの一部がどこまで極端になれるか。あんたたちは知ったらきっと驚くぜ。生活条件は、どうでした？驚くほど整然としてた。俺たちは男も女も、黒いのも白いのも、貧乏人も金持ちも、みんな一緒になって働いてたもんだ。探偵社の目の中において、俺たちは皆平等だった。本当ですか？人種分離もなしと？あんた、指を弾くだけで人の体を、裏返しにできる奴らに、お前らは白人様と平等じゃない、なんて言いたいか？良い点をついてますね。それがピンカートン魂さ。SCP-3155 の各人は、現代でいうミュータント、メタヒューマンのような能力を有しており、そのため、同様の超常能力による犯罪への対処などを請け負っていたようです。中には、肉の崇拝者によって東からもたらされた呪い、という最も危険な要注意団体、サーキックカルトを思わせる由来の能力を持つ人物もいたようです。しかし、彼らは、ピンカートン探偵社で働く限りは連帯意識を持ち、
当時としては珍しく、人種や生まれによらず平等でした。ピンカートン自身が、奴隷制度に反対の立場で、探偵社を立ち上げる前に、時に、逃亡奴隷の手助けをしたこともあるため、その理念が部下たちにも浸透していたのでしょう。人ならざる能力を持つ者は、迫害されることも多いのですが、ピンカートン探偵社は、彼らにとっては明快で痛快な、居心地の良い場所であったようです。ピンカートンで働いていて、最高だったのは、あんまり寛容じゃない依頼人のために、働く時だったのよね。クランの一人がピンカートンを、呼びつけて、妻を復活させるために地元の、ネクロマンサーと話を、つけてくれって頼むでしょ。ボスはカトリックの神父一人と、女を一人、あとはそのクソ野郎に対処するための、ニグロを一人呼ぶ。相手の開いた口が塞がらなくなるのを、見るのはほんと見物だったわ。最高なのはそいつが、ありがとよ、って、言って金を払わなきゃいけないとこ。その類の依頼人は多かったのですか？月に1、2回ぐらいよ。でもそいつらが来た時は、そりゃもう面白かった。壮観だったわ。その人たち以外には、どのような依頼人があなた方の元に、来ましたか？そうね。そういう依頼人は、こう、世界一尊敬できるような奴らじゃなかったって、感じ。どうしてですか？工場主とかで開工業会社とか、広い製鉄所なんかが、フリークどもを派遣してくれって、探偵社に来ることがあったのよ。社会主義者と無政府主義者と、共産主義者のストライキを、鎮圧するために。ごく平凡な労働者を、指す隠語よ。そいつらは何度も、金持ちと権力者に踏みにじられた。ストライキ、組合、W、上げていったらキリがないわ。あの人たちを鎮圧するのは、難しかった。相手が悪魔だったり、異常なネクロフィルだったり、フリークとか殺人鬼とか犯罪者とかだったら話は別よ。でもストライキに、弱い人間の顔面に、火の玉を投げつけて対処しなきゃならないって、いうのは、もう、さあね、私にはわからない。俺たちの部署が閉鎖される運びになった時、連中にはあまり選択肢がなかったのさ。俺たちの何人かは古い生活を捨てて、新しく人生をやり直そうと、西部に向かった。保安官やその代理や、あるいは私立でもって昔ながらの、探偵生活を続けようとした奴らもいる。片方を選んだけれど、結局は別な道を取らざるを得なかった連中もいた。例えば、どっから始めようかね。コナーはボストンのアイルランド人街に、近い場所で肉屋を始めたが、強盗を丸焼きにして台無しになった。街を叩き出されたあいつは、西部に逃げていった。俺が最後に聞いた時は、ドナルドへ向かってるって話だった。それにキャリー、優しい女だったが、声にはもっと優しさがあったね。南部で役者になろうとした。重要なのは、なろうとした、ってところだ。あの女は公演の最中に、消えちまった。彼女に何が起こったのですか？わからん。だがコンクリートブロックと川が、関わってたんじゃないかと想像は、してるんだ。あとは剣だな。奴はアパラチアの出身で、戦争で戦った。最後に聞いた話じゃ、シカゴの、ソーティス、っていうイカれた野郎を、追ってたそうだ。あいつが最後には、いいことをしたと思いたい。私は、1894年に解雇された。反ピンカートン法のおかげで、探偵者の仕事は少し難しくなってたのよ。慣れるのはひどく難しかったわ。私は自分が例のバーに入ったり、例のトイレを使ったり、例の忌々しいドアを、くぐるのを許されてないことを嫌でも、思い出させられた。私は慣れたけれど、
順応できなかった人たちもいたわね。私たちの多くはお互いに、連絡を取り続けようとしたけれど、何人かは隙間から漏れていった。孤独と絶望と憂鬱に、溺れていった人たちもいる。いくつか例を挙げていただいても、よろしいですか？どうして？記録のためです。SCP-3155、11? いやよ。なんですって。教えるつもりはないわ。バカバカしい。私たちが失っていった人たちのことを、伝える気なんてない。彼らは皆、寂しさや孤立に負けて死ぬまで、酒を飲み続けた人たち。フリーク、だから、化け物、だから、悪魔崇拝者、だから、カトリック、だからとかいう理由で、共同体を追放された人たちなのよ。あなたたちは追い出されてフリークの、烙印を押される気持ちが少しでも、わかってるの？縛り首にされたり、どこかの精神病院や、フリークショーみたいな場所に、送られるのを避けるために能力を、隠すのがどんなものかを？探偵社は、汚れ仕事や欠点もあったけれど、私たちの家だったのよ。あそこは私たちにとって安全な場所だった。私たちが能力を持っていられた場所だった。私たちは自由だった。肌の色や宗教や股についてるものやその何を、どこに突っ込みたいと考えてるかを、心配する必要はなかった。そんなことは気にしなかった。私たちはお互いを愛した。そしてその枠を壊して、引き裂いて打ち捨てるっていうのは人を、壊すことなのよ。皆は打ちのめされて、もう一度、物事を元通りにしたいと、思っているのに、もうそんなことは起こらない。もうあんなことは起こらないんだわ。例が欲しい？わかったわ。上位を見ればいいでしょう。反ピンカートン法の制定に伴い、ピンカートン探偵社は、探偵の業務遂行が困難になり、対異常部門も、それに伴い相次いで解雇されていきました。自由で平等だった探偵社を離れた彼らに待ち受けていたのは、偏見と差別が渦巻く当時のアメリカ社会でした。そのことに対する困惑と失望は、SCP-3155 各人の心に、様々な傷を負わせたようです。SCP-3155-11 は、皆は打ちのめされて、もう元には戻らない。その例は上位、SCP-3155-1 だと告げています。彼がなぜ犯罪に手を染め、最後に自らを燃やしたのか。確認する術はもうありませんが、彼女にとって、それは、確認の必要もないことだったのでしょう。しかし、SCP-3155 の一部は、財団の収容のもと生きることを選びました。それが、今の世界の居場所なのだと言い聞かせ、その能力を眠らせることを選んだのです。ホイ3155、2、治安、3155、01。1900年5月12日、サイト43の警備員は施設西側の電流有刺鉄線フェンス、サイト43、B 棟近辺の一角に損傷を発見しました。フェンスの損傷区画の近くにはワイヤーカッターが置かれていました。サイト43西側の監視映像には、一人の高齢男性が前述のワイヤーカッターで電流フェンスを切断する様子が映っていました。フェンスに高圧電流が流れているにもかかわらず、この人物は外見上の被害を全く受けていませんでした。この発覚後、サイト43管理官はサイト43全域の封鎖開始を決定しました。機動部隊ベータ22ホイッスル吹きがサイト43警備主任により SCP-3155 個体と想定される対象人物を発見する任務を課せられました。機動部隊ベータ22はサイト43 B 棟に駐留し、標準的な財団保安部隊が残る A 棟、C 棟、D 棟を調査するために派遣されました。封鎖開始から1時間後、B
B 棟の監視映像に対象人物が、現時点では不明な手段を介して、SCP-3155 個体群が収容されている B 棟、最大区画へ侵入している様子が映りました。ベータ22にはサイト43管理官より、SCP-3155、58と指定された当該実態を収容すべしとする即時指令が下されました。ベータ22が SCP-3155、58を発見しようと試みる間に、対象は SCP-3155、11の収容室に侵入しました。以下の映像が記録されました。一体何が起こ？ケニー？あなたなの？一体何を言って？私たちはさらわれたんじゃないわ。いいこと、私は囚われの乙女なんかじゃない。彼らは私たちの世話を。何をやってるの？大変、ケニー、あなた、大丈夫？これに続いてベータ22は SCP-3155、11の収容室に到着し、SCP-3155、58を捕獲しました。SCP-3155、11の行動によって、SCP-3155、58が負傷していたため、ベータ22は抵抗を、ごくわずかなものに抑えて対象を、鎮圧することに成功しました。SCP-3155、58はこれ以降、サイト、43、B 棟に、無期限に収容されています。SCP-3155、58との間に協力的な関係が、築かれるまではベータ22部隊員が、主要警備員を務めることになります。財団が収容している最後の人員、SCP-3155、58は、かつての仲間を奪還しに来たことがきっかけで収容されました。あと、どれほどの個体が生存しているのか、財団への敵意はどれほどなのか。全容が把握できず、収容も不完全であるため、このオブジェクトはケテルと認定されています。しかし、これに疑問を持った方もいらっしゃるでしょう。ピンカートン探偵社が SCP-3155 を供給していたのは、現在から100年以上前、1905年頃までの話です。彼らのほとんどは天寿を全うしたと考え、ニュートラライズドに認定されてもおかしくありません。考えられる理由はいくつかあります。彼らの中には、肉体操作を得意とする者がいて、人間の寿命が当てはまらないかもしれない。子孫を残していて、仲間が財団に囚われているという情報が受け継がれているかもしれない。いずれにせよ財団の任務は、彼らのすべてを収容するまで、または、その最後を見届けるまで終わらないのです。そして、彼らのすべてが、おとなしく収容されることを望んでいるわけでもありません。We never sleep。それは、アラン・ピンカートン個人のモットーとされています。しかし、一連の出来事を見た我々には、異なる意味を持って聞こえてくるのではないでしょうか。たとえ世界が拒もうとも、我々は決して眠らない、と